浦島太郎。昔々、京都の丹後地方の村に、浦島太郎という漁師がいました。浦島太郎は毎日釣り竿を持って海へ出かけ、鯛やカツオなどのお魚を釣ってきました。釣った魚を売って、年老いた両親を養っていました。ある日、浦島はいつものように海へ出て、一日中魚を釣って帰ってきました。帰り道に浜辺で子供たちが集まって何やら騒いでいるのを見つけました。何かと思って覗いてみると、小さな亀の子が棒や石でいじめられていました。子供たちが小さい亀の子を一匹捕まえて棒でつついたりしていじめているのです。浦島はかわいそうに思い、止めようとしました。子供たち、そんなかわいそうなことをするものではない。しかし、子供たちは聞き入れません。なんだよ、構うものか。そうして、また亀の子を仰向けにひっくり返していじめました。足で蹴ったり、砂の中に埋めたりしました。浦島はますます亀をかわいそうに思って子供たちに言いました。じゃあ、おじさんがお菓子をあげるから、その亀の子を撃っておくれ。子供たちは、お菓子をくれるなら、この亀をあげてもいいよ。と言って亀を渡しました。子供たちはわいわい言いながら去っていきました。浦島は子供たちを見送り、甲羅からそっと出てきた亀の首を撫でながら言いました。やれやれ。危ないところだったね。もう帰り。そう言って亀を海まで持って行って離してやりました。亀はとても嬉しそうに首や手足を動かしてブクブク泡を立てながら水の中に戻っていきました。それから2、3日経って浦島はまた船に乗って海へ釣りに出かけました。遠い沖の方まで船を漕ぎ、一生懸命お魚を釣っていました。ふと、後ろの方で声が聞こえます。浦島さん、浦島さん。思わず振り返ってみると、人影はなく、代わりに船のそばに一匹の亀がいました。浦島が不思議そうな顔をすると、亀が話しかけてきました。私は先日助けていただいた亀です。今日はそのお礼に来ました。浦島は驚きました。まあ、そうかい。わざわざ礼などいらないのに。と言いました。でも、本当にありがとうございます。ところで、浦島さん、竜宮城をご覧になったことはありますか？と、亀が尋ねます。いや、話は聞いたことがあるけど、まだ見たことはないよ。と、浦島が答えます。
亀は、では、お礼の印に、私が竜宮城を見せてあげたいと思いますが、どうでしょう？と、提案しました。へえ、それは面白いね。ぜひ行ってみたいが、それは海の底にあるということだろう。どうやって行くつもりだね。私にはそこまで泳ぐことはできないよ。と、浦島が言いました。なーに、心配しないでください。私の背中に乗ってください。亀はそう言って背中を出しました。浦島は半信半疑でしたが、言われるままに亀の背中に乗りました。亀はすぐに波を切ってずんずん泳ぎ始めました。ザーザーいう波の音がだんだん遠くなって青い海の底へと向かっていきます。まるで夢を見ているように運ばれていくと、突然あたりが明るくなりました。真っ白い砂の道が現れ、向こうに立派な門が見えました。その奥にはキラキラ光り輝く目のくらむような金銀の建物が見えてきました。さあ、竜宮城へ着きました。亀が言い、浦島を背中から下ろします。亀は、しばらくお待ちください。と言って、門の中に入っていきました。間もなく、亀がまた、門から出てきました。さあ、こちらへ。と言って、浦島を御殿の中へ案内しました。鯛やヒラメやカレイやいろいろなお魚が興味津々な様子でこちらを見ています。そこを通り抜け、中に進んでいくと、乙姫様がたくさんの女中を連れて出迎えてくれました。そして乙姫様に連れられて、浦島はずんずん奥へと進んでいきました。恐る恐る歩きながら、どこからともなく良い匂いがしてきます。どこからともなく楽しい音楽が聞こえてきました。やがて水晶の壁に宝石が散りばめられた大広間に到着しました。浦島さん、ようこそおいでくださいました。先日は亀の命をお助けいただき、本当にありがとうございます。何もおもてなしはございませんが、どうぞゆっくりお楽しみください。乙姫様はそう言い、丁寧にお辞儀をしました。そして鯛やカツオ、フグやエビ、タコなどさまざまなお魚が珍しい料理を山盛りに運んできました。美しい女中たちは歌を歌ったり踊ったりしました。浦島はただもう夢の中で夢を見ているようでした。ごちそうが終わると、浦島は再び乙姫様に案内されて、御殿の中をすべて見せてもらいました。どの部屋もどの部屋も珍しい宝石で飾り立てられています。
その美しさはとても口では言い表せないほどでした。すべてを見終えると、乙姫様は、次は、四季の景色をお見せしましょう。と言いました。乙姫様は、まず、東の戸を開けました。そこは春の景色で、ぼーっと霞んだ中に、桜の花が美しい絵のように咲き乱れていました。青々とした柳の枝が風になびいて、その中で小鳥が鳴いたり、蝶が舞ったりしていました。次に、乙姫様は南の戸を開けました。そこは夏の景色で、垣根には白い藤の花が咲いています。庭の木々の葉の中では、セミや日暮が鳴いていました。池には赤と白のハスの花が咲き、その葉の上には水晶のような露がたまっていました。池の縁には美しい波が立ち、オシドリやカモが浮かんでいました。次に、乙姫様は西の戸を開けました。そこは秋の景色で、花壇の中には菊が咲き乱れていて、ふんわりと良い香りを放っていました。遠くを見ると、真っ赤に染まった紅葉の森の奥に、白い霧が立ち込めていて、鹿の鳴き声が聞こえてきました。最後に、乙姫様は北の戸を開けられました。そこは冬の景色で、野には散った枯葉の上に、霜がキラキラと光っていました。山から谷にかけて、雪が真っ白に降り積もり、焚き火の煙が立ち上っていました。浦島はどれを見ても驚き、目を見張っていました。そのうち、だんだんぼーっとしてきて、お酒に酔ったような感じがして、故郷のことを忘れてしまいました。毎日、面白いことや珍しいことが続き、遊んで暮らしているうちに、3年の月日が経ちました。3年目の春になった時、浦島は時々、忘れかけていた故郷の夢を見るようになりました。春の日がポカポカ当たっている水辺の浜に、漁師たちが仕事をしている夢を見ました。漁師たちが元気よく船の歌を歌いながら網を引いたり、船を漕いだりするところを夢に見るようになりました。そんな時、浦島は突然、両親は今頃どうしているだろう、と思い出しました。思い出してしまうと、いても立ってもいられなくなるような気持ちになりました。早く家に帰りたい、とばかり思うようになりました。そのため、最近では歌を聴いても踊りを見ても面白くない顔をして塞ぎ込んでばかりいました。その様子を見て乙姫様は心配して浦島に尋ねました。浦島さん、ご気分でも悪いのですか？浦島はもじもじしながら答えます。いいえ、そうではありません。実は、うちに帰りたくなってきました。乙姫様は
それを聞くと、とてもがっかりした様子でした。まあ、それは残念です。でも、あなたのお顔を見ると、これ以上引き止めても、無駄のように思われます。では、仕方がございません。いってらっしゃいませ。乙姫様はひどく悲しそうに言いました。そして奥からきれいな宝石で飾られた箱を持ってきました。これは玉手箱と言います。中には人間の一番大事な宝が詰まっています。これをお別れの印に差し上げます。お持ち帰りくださいませ。ただし、あなたがもう一度、竜宮城へ帰ってきたいと思うなら、どんなことがあっても、決してこの箱は開けてはいけません。と、乙姫様は念を押して、浦島に玉手箱を渡しました。決して開けません。浦島はそう言って玉手箱をしっかりと抱えながら竜宮城の門を出ました。乙姫様は大勢の女中を連れて門の外までお見送りに行きました。そこにはあの時の亀が待っていました。浦島は嬉しいのと悲しいので胸がいっぱいになっていました。そして亀の背中に乗ると亀はすぐに波を切って上がっていき、間もなく元の浜辺に着きました。では、浦島さん、ごきげんよう。と亀は言って、また水の中に潜っていきました。浦島はしばらく亀を見送っていました。浦島は浜辺に立ったまましばらくあたりを見回しました。春の日差しがポカポカ当たって海の上からにぎやかな船歌が聞こえました。それは夢の中で見た故郷の浜辺の景色でした。けれどよく見るとあたりの様子がなんとなく変わっている気がしました。行き交う人も全く知らない顔ばかりで、浦島のことをじろじろ見てきては言葉をかけずに去っていきます。おかしなこともあるものだ。たった3年の間にみんなどこかへ行ってしまうはずはない。まあ、とにかく早く家に帰ってみよう。こう独り言を言いながら、浦島は自分の家の方角へ歩き出しました。ところが、家があったあたりには草がぼうぼうと茂っていて、家がありません。家が建っていた形跡すらありませんでした。一体、お父さんとお母さんはどうなったのでしょうか。浦島は、不思議だ、不思議だ。と繰り返しつぶやきます。まるで狐につままれたようなきょとんとした顔をしていました。するとそこへ、よぼよぼのおばあさんが一人、杖をつきながら歩いてきました。浦島は、もしもし、おばあさん、浦島太郎の家はどこですか？
と声をかけます。おばあさんは不思議そうに目をしょぼしょぼさせて浦島の顔を見ます。浦島太郎。そんな人は聞いたことがありませんよ。と、おばあさんは答えます。浦島は力強く言いました。そんなはずはありません。確かに、この辺りに住んでいました。そう言われて、おばあさんは、と首をかしげながら、しばらく考え込みました。しばらくして、ポンと膝をたたいて話し始めます。ああ、そうそう。浦島太郎さんといえば、あれはもう300年も前の人ですよ。私が子供の頃に聞いた話によると、昔々、この浜に浦島太郎という人がいたそうです。浦島さんは、ある日、船に乗って釣りに出かけたまま帰ってこなくなったんです。多分竜宮城へでも行ったのでしょう。何しろ大昔の話ですからね。そう言って、また腰を曲げて、よぼよぼ歩いていってしまいました。浦島はびっくりしてしまいました。はて、300年か。不思議なことだ。たった3年、竜宮城にいたつもりが、それが300年になるとは。そうすると、竜宮城の1年は人間の100年になるということか。それでは、家もなくなるはずだし、お父さんとお母さんがいないのも不思議はない。こう思うと、浦島は急に悲しくなって、寂しくなって、目の前が暗くなりました。今さら、竜宮城が恋しくて、たまらなくなりました。しおしおと浜辺に戻り、海を眺めました。海の水はただただ広がっていて、どこが果てかもわかりません。亀も姿を見せませんし、竜宮城に向かう手段もありませんでした。その時、浦島はふと手に持っていた玉手箱に気づきました。そうだ、この箱を開けてみたら何かわかるかもしれない。そう思うと嬉しくなって、浦島はうっかり乙姫様に言われたことを忘れて箱を開けました。すると、紫色の煙がむくむく立ち上って、それが顔に触れたと思うと、スーッと消えてしまいました。浦島は箱の中を覗きましたが、箱の中には何も残っていませんでした。その代わり、いつの間にか顔中にシワが増え、手も足も縮んでしまいました。浦島はきれいな水の中に映る自分の姿を見ると、髪もひげも真っ白な可愛らしいおじいさんになっていました。浦島は
空っぽになった箱を覗き込んで言いました。なるほど、乙姫様が言っていた人間の一番大事な宝とは人間の寿命だったのか。そう残念そうにつぶやきました。春の海はどこまでも遠く霞んでいました。どこからか心地よい船歌がまた聞こえてきました。浦島は海を眺めながらぼんやりと昔のことを思い出していました。今日は浦島太郎のお話を紹介しました。いかがでしたか？日本人にとって浦島太郎はとても馴染み深いおとぎ話です。今流れている音楽は浦島太郎の童謡です。日本人は子供の頃からこの曲を知っています。浦島太郎は助けた亀に連れられて竜宮城に行きました。そして竜宮城から帰ってくると300年もの時間が経っていました。日本では浦島太郎になった気分、浦島太郎状態ということがあります。浦島太郎状態とは、自分だけが時代の流れに取り残されて呆然とする様子を表しています。久しぶりに地元に帰ってきたら、地元に大きなショッピングモールができて様子が変わっていたとか、自分は学生時代と変わらない生活をしているのに、周りの人は結婚して子供がいて取り残された気分になるとか、そういった状態の時の気分のことを浦島太郎になった気分と言ったりします。ぜひ使ってみてくださいね。日本のおとぎ話にはオノマトペがたくさん含まれています。オノマトペとは音や物事の状態、動きなどを表す言葉です。浦島太郎のお話にもワイワイ、騒がしい、ブクブク、泡を吹く様子などたくさんのオノマトペが出てきましたね。日本語にはたくさんのオノマトペがあります。オノマトペを覚えるには物語の中で情景や状況と一緒に学ぶと覚えやすいです。それでは今日はここまで。次回の動画もお楽しみに。